私の名は中肉。みんなおはよう。今回はここホンジュラスからニカラグアへ向かいたいと思います。今ね、ホストさんの家なんですけど、最後朝食を食べて行きなさいということで朝食を作ってくれてるみたいなんで、朝食を食べてから向かいたいと思います。まだちょっとね、長旅になると思うんですけど、今ね、時刻が9時半なんですけど、多分10時ぐらいに出ることになるんで、もしかしたら着くのは夜になるかもしれません。お別れの日なんですけどね、このミサンガをくれましたね、ギフトとして。ここのホストさんね、英語が全く喋れなかったんで、十分にコミュニケーション取れなかったんですけど、こういうことされるとすごく嬉しいですよね。ありがとうございます。これもホンジュラス料理のカトラチラスカトラチャと言ってます。今ね、バスターミナルに向かっている途中なんですけど、この屋台に立ち寄ってホンジュラスの伝統的な料理を紹介してくれるみたいです。Say hello. No, ahorita no, boludo, es lo que vendemos baleadas. Ah, sí. 今ね、チョルテカに着いたんですけど、11時ぐらいで12時までバスが出ないらしいんで、ちょっと1時間ほど時間が余っちゃったんでね、どうしようかなと考えているところです。ちょっとそこら辺をブラブラしようかなと思います。もうせっかくなんでご飯ね、食べていこうかなと思います。これもね、ホストの方が買ってくれたホンジュラスの伝統料理みたいですね。これもね、中にビーンズが入ってるタイプですね。しょっぱくて美味しいですね。で、生地は結構やっぱり柔らかめ、クレープに近い感じですかね。到着しました、国境。ここからですね、歩いて国境まで行きます。今ね、13時ぐらいなんで、ここから国境を越えてニカラグアのレオンに向かいたいと思います。それにしてもね、めっちゃ暑いですね。やっぱりもう30度絶対超えてると思うんですよね。もうこんな毎日太陽カンカンで干上がらないのかなと思いますけどね。どうやらこの橋を越えたらニカラグアのようですね。ホンジュラスの出国は結構すんなり行きましたね。5分10分ぐらいで終わりましたんで、あとはニカラグアの入国を済ませれば完了です。下ね、泳いでる人いますね。トラックは大量に待ってますね。これみんな多分ニカラグアに行くトラックですね。トイレをちょうど見つけました。ちょうどしたかったんでよかったです。このね、読み方わかんないですけど、このバノスっていうのがトイレなんで、皆さんスペイン語覚えておいた方がいいです。これトイレです。ですが、閉まってる？もしかして使えないようです。残念。ロックがかかってますね。ニカラグア入国しました。やっぱりね、ネット情報と一緒で2時間ぐらいかかりましたね。めっちゃ遅いし、めっちゃ根掘り葉掘り聞かれて大変でしたね。ちょっともう一個問題があってね、入国しても両替屋が全然いなくて、現金はね持ってないんですよね。早くね現金手にしないとピンチですよね。これどうしよう。今ね3時ぐらいなんで、早くレオンの方に行かないと日が暮れちゃうんで、さすがにね、そんなに危険じゃない国なんでしょうけど、あんまり夜にね行きたくないんで、このお兄さんがいろいろ説明してくれたんで、なんか申し訳なくなってきたんで、このに乗っていきたいと思います。バイバイ。このバスに今度乗って
日曜日はね、結構バスが少ないみたいで、今日日曜日なんですよね。ちょっと失敗しちゃったな。本当は目的地のレオンにダイレクトで行けるバスがあるみたいなんですけど、今日はないんで乗り換えで、このバスで乗り換えていきたいと思います。めっちゃ暗いでしょ。全然街灯ないんですよね。今ね、バス乗り場からホステルに向かってます。結構ね、距離があって、徒歩30分ぐらいなんですけど、なんとここでね、計算外のことがあって、タクシーのね、ウーバーであったりとか、グラブっていうのが使えないんですよね。つまり流しのタクシー乗るしかなくて、タクシー乗るならね。だからね、料金絶対ぼったくられると思うんで、その料金ぼったくられるのが嫌なんでね、ちょっと歩いてます。でもね、今7時、19時なんですけどね、結構全然人いなくてね、みんな早いんですね、そのしまうのがね。さっきもスーパーあったんですけど、もう閉まってましたからね。いやー、滑っちゃって怪我しちゃいましたね。うわー、うかつ。痛えよー。教会があります。ここも長身のキャラクターがいますね。エルサルバドルでいた長身キャラクターがいます。店はね、結構閉まってますけど、割とおしゃれな通りだと思います。到着しました。こちらのホステルです。わかりづらかったな、ここがキッチンですね。結構いいんじゃないですかね。この水飲めるって言われたんだけど、本当に飲めるのかな、心配ですよね。キッチンのね、すぐ隣にはこうやってリビングルームみたいな食べるところがありますね。2階はですね、ラウンジみたいになってますね。結構いいですね。ゆっくりできそう。宿泊所はこんな感じですね。全然人がいなくてガラガラです。連泊しようかな、ここでね。それもいいですね。今日ちょっとスーパーに行ってきたんで、お米を炊いて自炊しちゃおうかなと思います。夜空いてるお店があんまりなかった。多分ちょっと雨降ってたからそのせいもあるかもしれないですね。現地ローカルフードは明日から食べていくことにします。飯も食べ終わってシャワーも浴びたので、今日はこれで寝たいと思います。やっぱりね、移動する日はやっぱりちょっと疲れますね。今日はちょっと移動だけでトータル9時間かかりましたね。何もできなかったですね。じゃあ明日からニカラグアの観光をしたいと思います。それではおやすみなさい。みんなおはよう。2日目のニカラグアが始まりました。このホステルは朝食付きなので、早速朝食を食べていきたいと思います。これね、ニカラグアスタイルの朝食だそうです。卵とトマトを混ぜ合わせたものかな。これはなんか赤飯みたいですね。豆とご飯、お米食べるんですね。これはおそらくクリームチーズで、食パン、トーストですね。すごいですね。パンとご飯が、お米が一緒についている朝食。そしてコーヒー。朝からしっかり食べていきたいと思います。これね、トーストかと思ったけど、ラスクみたいな感じに近いですね。サクサクした感じで。で、これもなんかもう赤飯に近いですね。ラテン系はね、もう豆が美味しいですよね。豆そんな好きじゃないんですけど、なかなかいけますね。ニカラグア2日目、ホテルを今後にしたところです。
ホテルね、すごくいいところで連泊したかったんですけど、現金しか使えないということで、現金をね、ホテルで使ってると、キャッシングしないといけなくなっちゃうんで、足りなくなってくる。なので、クレジットカードで使えるホテルに切り替えてるところですね。なので、ちょっと今日はホテルの移動をしたいと思います。今、ホテルに向かってますね。ちょっとお店がちらほらやってるみたいですね。歩いていると教会が見えます。めっちゃ小さいなこのホステルホステルにはプライベートプールがついているみたいです。ここでね、コーヒーも一杯無料でいただけるようです。卓球場まで完備されています。しかし友達がいないのでできません。残念。ここはキッチンエリアですね。ここはロビーです。そして市がバスルームって言ってましたね。清潔感があって綺麗です。失礼します。失礼しました。道を歩いているとお馬さんがいますね。ここにも馬車があるようです。随分汚れた馬ですね。ちょっと喉が渇いたんでスーパーで買い物をしたいと思います。アイスクリームはそんなに安くないですね。日本よりは高いです。食堂を見つけたのでここでご飯にしたいと思います。こんな感じでなんかいろいろあるんで、また指差しで注文してみました。ライスとこれとこれ何なんですかね、ちょっとわかんないですけど、とこれの3つを注文してみました。盛りだくさんのランチになりましたね。サラダとライスとバナナかなと豆とトルティーヤかなとちょっとわかんないですね、これは。スペイン語がわからないのをいいことにね、森に盛られて課題に請求するっていうのが結構あるみたいです。なのでこれ多分ね、完全にボラれましたね。まあでも暴存したっていうわけではないんでいいんですけどね、ちょっと悔しいですよね。指さしてこれとこれとこれって言いましたからね。全然バナナとか豆とか入れ出してたくさん盛られてるんで、200ってしかも840円ぐらいなんで、だとしたら高すぎますよね、このクオリティだと。悔しいですけど、これを教訓に次のとこでは100コルドバ分だけ作ってくださいみたいな言い方すればいいかもしれないですよね。今回そういう風に言わなかったんで、そんなにいかないだろうと思って料金も聞かなかったんで、それが良くなかったですね。散髪屋を見つけたんで、今から髪を切りに行きたいと思います。散髪が完了しました。そんなに悪くはないんじゃないんですかね。完全に現地人カットになってますけど、ソフトモヒカンにしてほしいって言って写真を見せて分かったって言ってたんですけど、モヒカンにはなってないですよね。
値段がかなり安かったんで全然よしですけど、これからサウスアメリカに行くんで頭も多分熱くなると思うんで、これぐらい短い方がいいのかなと思います。でもね、かなり雑でしたね。髪の毛払う時とかもめっちゃ乱暴でバサバサされたんで結構痛かったです。トラックの運転手はね、こんな感じでハンモックで寝てます。気持ちよさそうですね。パン屋さんに来てパンを買ってみることにしました。このね、レチェっていうのとこのパンを買ってみました。全然スペイン語がわかんないです。今夜はここのスーパーマーケットで買い物をして帰ります。ちょっとパンだけじゃ足りないと思うんで、ここで他の食材を買って帰ります。スーパーで果物と水とチョコレートドリンクを買ってます。では今日の夕飯を食べていきたいと思います。フルーツとチョコレートドリンクとパンですね。パンはこういうパンを買ってます。光沢があって美味しそうです。レオンでですね、もう少しゆっくりしようかなと考えてたんですけど、ちょっとあまりにもすることがないし、一言で言うと魅力がない街なので、この辺で終わりたいと思います。なのでもう明日移動しようかなと思います。また会おう、諸君。